ケンズ CEO の川口でございます。早速始めさせていただきます。この度は、この賞へのファイナリストに選んでいただきましてありがとうございます。私はこの賞の名前がすごく気に入ってまして、いいなと思っております。我々の未来を九州からいかに作るか、そういうことですよね。私はこの未来について今日お話をさせていただきます。我々のビジネスモデルをまずムービーでご紹介いたします。このグッドオンルースです。グッドオンルースは企業や工場の屋根に太陽光パネルを設置、利用によって途上国に明かりを灯すプロジェクトです。未来を照らそうグッドオンルースサガ。ビジネスモデルを説明させてもらいます。グッドオンルースは太陽光発電ファンド事業のスキームを活用して再生可能エネルギーの普及と継続的な途上国支援を可能にした画期的なプロジェクトです。プロジェクトに賛同いただいた企業の屋根に太陽光パネルを設置します。設置は発電事業者が行うので屋根を貸す企業の負担はありません。そこで作られたエネルギーは全て電力会社に売電され、その売電収益の一部が設置協力費として20年間支払われます。企業はその原資の一部を途上国支援に活用することで自己負担なく継続的な途上国支援が可能になるという仕組みです。このプロジェクトは企業の CSR 活動につながるだけではありません。企業はパネル設置の遮熱効果による空調費の削減や設置協力費などの経済的なメリットもあります。グッドオンルーフスで世界を変える。世界を変えるための17の目標 SDGs、 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、持続可能なエネルギーの確保はその目標の一つです。世界では今でも人口の5人に1人にあたる13億人が電力を利用できていません。その大半はアフリカとアジアの十数カ国に集中しています。全世界で再生可能エネルギーの生産を大幅に拡大する必要が生じています。例えばどんな感じかと申しますと、ここは西アフリカにあるベナン共和国のヒデンカ村にある小学校です。晴れた日でも部屋は薄暗いです。曇りの日や雨の日はとても真っ暗で黒板の字さえ見えない状況です。そこで屋根にパネルを設置し LED で教室を明るくしてみました。実際どんな感じかお見せしたいと思います。すいません、電気を消してください。例えばこれぐらいの電気が 2,3 分あるだけで教室で勉強が続けられます。戻してください。ありがとうございます。さて、ご理解を、大体のスキームをご理解いただいたと思いますので、私が九州の皆さんと実現したい未来について話します。屋根屋の私が太陽光パネルを使って途上国の教育の時間を増やそうとしています。その先にある本当の狙いはですね、世界から紛争をなくすことです。国はもちろん人類にとって一番大事なのは私は教育だと思っています。しかも電気がない地域と紛争が起きている地域はイコールだったりします。もし電気があれば貧困国の教育レベルを向上させることができる。そうすれば知識や情報が増えて自分の頭で状況を判断することができるようになると思うんです。収入も増えるでしょう。明かり一つで紛争を減らすことができると思うんです。バッテンですね。私一人の力じゃどうもならんのです。そこで皆様方に今日は2つの提案があります。まず1つ目はアフリカのみんなと一緒に組めませんかね。これはベナンで私のパネル工事をしてくれている若者たちです。いいやつらです。
アフリカの企業が日本に求めているのは大企業の進出ではありません。協業です。ぜひアフリカの人やアフリカの企業と組めませんか。そして2つ目の提案は、私のこの活動にどこかで一緒になりませんか。今日お越しの企業の方、屋根を貸してもらえませんか。今日お越しのメディアの方、このモデルを広めてもらったり、お付き合いのある企業さん紹介してくれませんか。このグッドオンルースでぜひ一緒に平和な世界を作りませんか。これって CSV、 共通価値の創造、九州から発信するソーシャルイノベーションだと思います。グッドオンルースを始めてまだ2ヶ月です。地元のテレビ局が私のドキュメンタリーを放送してくれたり、新聞社が取材をしてくれたり、先般はフォーブスが選ぶ日本の小さな大企業17社の一つに選ばれました。賛同いただいた企業は5社6物件。おかげでアフリカに約1800万円の投資ができるようになりました。でもまだまだ足りません。アフリカの電化率はまだ 35% だと言われています。我々の助けをまだ必要としています。グッドオン部の活動は彼らも喜びますし、日本のプレゼンスを上げることにもなります。これは絶対九州から全国へ、そして世界へ広めるべきだと思っています。だってそもそも九州とアフリカの形似てるじゃないですか。ぜひ一緒にお願いします。これが私が考える未来です。ご清聴ありがとうございました。